どうも、こんにちは。デミコです。はい。いや、今日は天気がいい。いや、なんでそれを言うかっていうと、昨日は天気が悪かったから。ちゅうかさ、ちょっと寒くなってきましたよ。寒くなってきたんですけど、ちょっと最低気温が10度を切ってきましたよ。ちょっと、どういうこと？でもね、晴れるとね、すごい、3日ぐらい前まですごい、日中の気温26度とかだったのに、今日は晴れてんのに17度ってなんか10度近くも違くって、なんか結構寒くて嫌なんだけど、まあ、そんな時期ですよ。もう10月入りましたからね。ということで、今日はね、何をしようかっていうとね、まあここに出てますわ。ね、これ。リサイクルポリエステルやん。これちょっと残ってるんね。あれこれしか、どうしてって、前回使ってたやつの残りかいっていう感じかと思いきや、いや、実は違くって。いや、なんか、カゴ作ったんす。うん、カゴ。なんで作ったかっていうと、まあ、ちょっとなんか、何を作ろうかなーって思った時に、やっぱりこの色を、うまいこと可愛く見せるにはどうしたらいいんだろうって言って、前回ね、ほら、合わせて、座布団のカバーを作ったじゃないですか、白と合わせて。で、まあ同じような感じでなんか作ろうって思ったんだけど、やってみたらなんかちょっとカゴでも作ろうかと思って作ったらなんかちょっと頼り投げだったんで、と思って。で、それで、じゃあちょっと混ぜる白をね、2つにして、ね、これを2本にして、これ1本にしたらどうなのって言ったら、まあ結構しっかりめのカゴができたんで、これいいじゃないと思って、で、今日は、このね、カゴはちょっと大きいから、ね、ちょっと大きいから、これを使い切る感じの、ちっちゃいカゴっちゅうのかな、カゴっちゅうか、まあちょっとこういう感じのやつ、ちっちゃいのをね、ちょっと作ってみようかなと。まあ、糸が足りなくなったらどうしようかなって考えてんだけど、まあ、ちょっとそれを今日は、ちょっとやろうかなと。ね。でね、見た人もいるかもしれないんだけど、円の編み方。ね。円の編み方で、ちょっと、なるほどね、そういう風にしたらいい感じになるんだっていうのがあったんで、ちょっとそれをね、真似っこしてやろうかなと思いますよ。はい。で、円の編み方何を真似っこするのつって、まあ見た人もね、きっといるだろうし、知ってるよっていう人もね、いるかもしれないんだけど、ね、ちょっとそれをね、やっていこうかなと思いますよ。はい。だからこれ使うのはあれですよ。リサイクルポリエステルヤーンつってね、これは100均のダイソーのやつですけどね、これ残りちょっと使っていくわ。どんぐらいだろうね。半分も使ってないかな。半分も使ってないと思うんだな。うん。で、あとこれはこっちで売ってる100%のアクリルの毛糸。これ結構、どんぐらいだっけ。50g で140メートル。うん。3から3.5っていうやつなんですけど、それを2つ合わせて全部で3本。3本でやっていくんですけど、使うのは、こちらですね。はい。10号。はい。10号針でやっていこうと思います。はい。大丈夫かな、ピント合ってんかな、合ってんね。大丈夫だね。大丈夫だね。はい、大丈夫ね。はい。で、まあ、普通に、まあ、一重でも何でもいいんですけど、まあ、円を編んでいくんですけど、この円編みがね、なんつったらいいの？ああ、なるほどね。そうやったら、そういう感じになるんだっていう、なんか、編み方をインスタグラムで見まして、ちょっとそれでやっていこうかなと思いますよ。はい。実際ね、今回このカゴをね、これね、これこっち入れとくね。そう、こうやってね、こうやって入れといて。ね、はい。で、実際にこのカゴを編む時もそうやって編んだんですけど、はい。で普通にまあ、とりあえず6つ入れますわ。ね。6つ、1、2、3、4、5、6。で、あれどっちにしたっけ？一重にしたっけ？一重にしたね。はい。で、引っ張るだけでしょこれね。一重だから引っ張るだけ。で、まあ次増し目していくわけですよね。1、2、3、4、5、6。で、ブスッと、まあぐさっと、普通は刺してこうやってやっていくんですけど、ぐっと引っ張って。はい。今回は立ち上がりは普通に立ち上がってきます。はい。
で、そしたらですね、増し目にしていくんですけど、増し目の仕方へえと思ったのが、これ全部普通に取るじゃないですか。普通はね、こうやって全部取って、2つこうやって入れるでしょ。最初っていうか、最初じゃなくても。それをだね、試しにやってみた。ね。最初、手前の片方だけ、半目。半目を拾って、一目編んで。で、次は全部拾う。これで増し目をしていくっていうのを見たのよ。どうなのと思って、実際にこうやってみたんだけど、悪くないんだよね、やっぱりね。うん。こう拾って、で、次は両方拾う。半目を拾って、上がって、で、全部を拾って、編む。結局やってることって、片っぽがね、私前、円編みの動画を公開した時に、片っぽちょっとちっちゃめにするみたいな感じでね、やったと思うんだけど、やってることは一緒なのかなっていう感じがするね、結局ね。うん。同じように編んでるつもりでも、やっぱり一本しか取らないことで、ちょっと小さめになるんだよね、目がね。やっぱり。だからそういうことなのかなと、ちょっと思いつつ、似たような感じっていうかね。うん。半目だけ拾って、まず増やして、で、次、こういう感じで、まあ次もちょっといこうか。3段目。3段目。で、3段目も根元1つ入れて、1つやったら、次増やすところで、半目拾って、1目入れて、で、もう片方は全部拾う。で、こっちは普通に拾って、で、また半目拾って、1目入れて、2目は全部拾う。はい。で、普通に拾って、で、次また半目拾って、増やして、1目普通に拾う。で、1目普通に編んで、で、また増やすところ、増し目のところ、半目拾って、増やして、全部拾う。で、1目全部拾う。半目で増やして、で、1目全部拾う。で、次も1目全部拾う。で、増し目のところ、半目拾って、増やして、2目は全部拾う。こういう感じで、ぐさっと刺して、はい、ぐっと引っ張って、はい。こういう感じで円編みをしていくっちゅう話なんですわ。うん。結構いいんじゃないと思って、ちょっと私はちょっと今回これでやっていこうと思いますよ。ね。2番目、拾って、増やして、1、2個普通に編んで、半目拾って、増やして、普通にこっち拾って、1、2個普通に拾う。半目拾って、増やして、そう、3目目は3目ね、普通の、3目は普通に拾って、また1、2個普通に拾う。半目。で、全部。で、1、2、半目。全部。で、1、2、で、半目。全部。で、残り1。はい。どうじゃろうね。はい。こんな感じ。はい。じゃあ、ちょっともう一段。ここ、最初のところでやるからね。半目。全部。1、2、おっと、2、3、半目。全部。1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 、2、3、はい。で、切り抜いて、違うけど、はい。どうよ。ほら。ちょっといい感じに丸くないね。こことここの段はちょっとほら、近いところで重ねたから六角形っぽくなったけど、ずれたところでやってみると結構丸くできる。じゃあちょっとさらにもう一段やりますわ。ね。
はい。1、こんな感じでちょっと丸く編んでみました。はい。まあ、結構いい感じじゃないと思うんだけど、どうかしら。ね。まあでも言ってもね、太いからね、あんまりよくわかんないかもしんない。細いの編んだ方がわかりやすいかもしんないけど、まあちょっとこんな感じでちょっとね、今回試しにやってみたんですけど、まあ悪くはないかなっちゅう感じですね。割と綺麗にできるんじゃないかなとやっぱり、思いました。まあ試してみることも大事ですからね。はい。というわけでね、今日はね、このカゴを作っていくんですけど、カゴのね、作り方、簡単です。前にもやりました。と思うんですよ、この編み方は。これはね、何段にしたんだっけ？ 10。そこをね、10にしたのかな。で、今 6？1、2、3、4、5、6。6にしてるんだけど、私はこの編み方は結構皆さん使うと思うんだよね。ちっちゃい細編みで、編んできたところをちっちゃい細編み、長編み、長編みじゃないや、大きい細編み、ちっちゃい細編み、大きい細編みの、この交互にやっていくやつ。で、カゴを作るときって私割とこの編み方もしくはこれに準じたような近いような編み方を結構使うんだけど、やっぱり分厚く編めてしっかり編めるからいいなと思ってて、で、今回はやっぱりこれを混ぜてこういった形でこのなんていうのかな、白と合わせて編んでいくから、で、柄をねやってもね、そんなになんつったらいいんだろうな、あんまり、余計ごちゃごちゃしちゃう感じがするから、シンプルな編み目で編みたいなと思って、この編み目にしたんだけど、それをね、今回またね、ちょっと前にもやったやつなんだけど、やってこうかなと。どうしようかな。あと一段ぐらい編んでもいいかな。万が一これが足りなくなっても、まあそしたら終わりにすればいいやっていう感じで感じなんで、ちょっとね、もう一段、増やしたいと思います。はい。もう一段増やして、で、7段。7段にしようかなと思います。はい。1、2、はい。こんな感じで7段に増やしてきました。はい。で、7段に増やしたところで、じゃあこれどうやって、立ち上げていくかって、まあまあ普通にね、やっていきゃいいわけですよ。ね。これはもう、普通に、そこのサイズにしたら、もう、あとはひたすら、まずは1段。まずは1段普通に細編みで編んで、立ち上げて、はい。とりあえず一段細編みでずっと来て、で、引き抜いて、しっかりね、潰して、立ち上がりの部分をしっかり潰して、はい。で、これで立ち上がっていくんですけど、やっぱりね、この編み方が一番ね、しっかり編めるんじゃないかな。一番かどうか知らんけど、私的にはやっぱお気に入りなんでね、最初細編みでね、いくわね。普通にね、立ち上がって細編み入れて。そしたら、今編んだところの段の目が入れたところ、普通にこう入れるんじゃなくて、こうだから、こっちじゃないや、こっちね。こう入れるのが普通だけど、こうじゃなくてもう一個下ね。この前段の目が入ったところに入れて、大きい細編みをするっていうね。重ねていくってことですね。ここは普通。一目普通に編んだら次は大きい細編み。で、普通に小さい細編みじゃなくて普通の細編み編んだら次の目は大きい細編み。普通に編んで前段を覆いかぶせるように大きい細編み。ただこれをやっていくだけですね。この段はね。とりあえずは。はい。じゃあこれをちょっと一段入れていこうと思うんですけどね。細編み普通に入れたら大きい細編み。でかぶせて。はい。でまたちっちゃい普通の細編みをして大きい細編みでかぶせると。はい。じゃあこれで一段編んでいきます。
いや、実はですね、マルティニークから帰ってきた後、ずっとね、うちの家人がね、調子悪くてですね、はい。これで、仕事も混んで結構あったんですけど、それをね、いくらかちょっとキャンセルしたりなんかして、もうなんつうのかな、なんだろう、要は腹の具合が良くないもんだから、食べるものもなかなか、なんていうのかな、制限されるって言いますか。はい。でも結構ね、稀に見る、私的には稀に見る、毎日、うちの、家人が食べられるものをこう調理しなければいけないという、いい加減な食事っていうのがちょっとできなくなって、ね。で、結構ね、忙しいと言いますか。でも、無理してでもね、家人は仕事に出かけたりとかして、でも仕事先で具合が悪くなったりとか、泊まりの仕事もあったんだけれども、なんか調子が悪くても、昼はなんとかなっても夜になると、イベントごとなんでね、夜も仕事あるわけですよ。夜になるとちょっと調子悪くて働けないとか、なんかそんな感じで、なんかちょっと大変だったんですよ。これで医者にね、データを持ってって、ね、で、それでお医者さんに、その緊急性があるかどうかっていうのをね、私が見た限りでは全然緊急性あるんですけど、データをね、血液のデータね。で、持ってって、ね、持ってかして、うちの家人に自分で持ってかないといけないからね、こっちは。病院で検査するわけじゃないんで、どこで検査するのって言ったら、検査センターってのがあってね、わざわざそこに行かなきゃいけないんですけど、ここまで終わったんでね。はい、次行きますよ。はい。で、ここ、突っ込んで、引き抜いて、一段編んできて、ね、偶数なんで、交互にちゃんとなるわけです。で、立ち上がったら次どうするかって言ったら、今編んだ細編みね、普通の細編みでしたね、立ち上がり最初の目がね。なので、ここはでっかい細編みを、ね、頭じゃなくて、この目が出てる根元に入れて、でっかい細編みを入れたら、前段でっかい細編みが入ってるところに普通の細編みを入れる。で、前段普通の細編みだったところをでっかい細編みにする。この交互ですわ。ね。この交互。はい。で、前段普通なのででっかいところ、細編み。でっかい細編みだったところ、普通の細編み。これで交互に入れていくだけでございます。あとはもう好きな高さにして、取っ手つけるなり、持ち手をつけるなりなんなり、つけなくてもいいけど、ね、つけて。私は大きめのを作るときはつけて、小さい時はものによるけど、大体つけますね。持ち運びが楽なように。はい。私の場合は取っ手を割とつけるので、今回はじゃあ小さいサイズ用の取っ手でもつけるか。取っ手じゃないって言ってるのにね。持ち手。うん。はい。カゴの場合はでも取っ手でもいい気がするけど、ダメか。ダメなのか。取っ手の定義ってなんだ。いいや。はい。なわけでございます。なのでこれをブスブスちょっと、増やしていこうと思います。はい。高さをね、自分の好きな高さにまで持っていこうと思いますよ。言ったら、でも、あれかな、この毛糸が終わるまでかな、終わるかな、逆に。ちょっとわかんないな。このサイズで、でも結構ちょっと高めにもしかしたらするかもしれないから。ね。ちょっとやっていこうと思いますけど、というわけでね。で、こっちはだから先生、いわゆるだからかかりつけ医ですよね。かかりつけ医のところに行って、で、検査オーダーを出してもらって、そのオーダーを、要は処方箋ですね、を持って、その市の、検査センターに行くんですよ。必ずあるんですね。その地区とか、パリだったら何区っていうか、その地区とか、結構至るところに検査センターがあって、で、うちはうちのところに1軒あるわけですけど、地区に1軒ずつあるんですよ、大体。うん。で、うちも歩いて、ここからだと5分もかかんないようなところに検査センターがもちろんあって、で、そこで検査してもらって、で、本来であれば、その検査データっていうのは、担当のそのかかりつけ医のところに送信されるんですけど、うちのかかりつけ医は新しい人なわけですよ。前かかってた人が、いなくなっちゃって、その建物の改修工事のせいでどっか行っちゃって、で、うちのその住んでるアパートの下のところに、ちょっとしたメディカルセンターみたいのが入るって、最初から分かってたんですけど、入ることはね。で、それで、かかりつけ医がちょうどいなくなっちゃったし、もともとそのお医者さんが来るって分かってたんで、来たらそっちに変えようと思ってたわけです、自分のかかりつけ医をね。だけど、それが伸び伸びになってて、で、やっと1年遅れでドクターが来たわけですよ。で、それでその先生に、もちろんうちの家人はかかったんですけれども、まだそのシステム上のちゃんとした構築がされてないというか、検査センターとまだつながってないということで、ね、検査結果が検査センターから送られてないっていうことだったわけです。ね、旦那が、ね、家人が調子悪いから、検査データがドクターの方に届いてるかどうか確認してくれって言われたわけですよ、私ね。で、家人で、なんつうんですか、仕事中で抜けられないから、泊まりの仕事だったから。
まあそんな自分で電話すればいいんじゃないとでも思ったんだけれども、まあでもとりあえず私行ったわけです、それで。はい。そしたら来てないと。なんでやねんって話になったんだけど、で一応私がデータを持ってって、で、どうしようかって言ったら、とにかくそういうものは本人が持ってこないとダメっていう話で、私が言っても何の意味なかったんですけど、まあついでに私もね、予約取ったんですけど、まあ予約取ったら11月ですわ。随分遠いねって話で。で、うちの家人も最初具合悪いんだって言いに行ったら、じゃあ予約は10月のって9月の終わりですわ。9月の、25日ぐらいに行ったのかな。そしたら、予約、間違えた。調子が本当に悪くって、めまいがするって言って行ったら、じゃあ予約は10月の12日って、はみたいな話で、今具合悪いのになんでそこまで待たなきゃいけないんだっていう話で、それで、そんな感じなんですよ、フランスって。で、だけど、ね、具合悪い時に見てもらわなきゃ意味ないじゃないですか。だから、それで無理やり家人がその日のうちにねじ込んでもらって、で、それで検査をね、オーダー出してもらったりとかして、で、その検査結果が戻ってきて、そのデータを見たら相当悪いんですよ。私から見たらね。なので、これはやばいぞっていう話で、医者に行かなきゃダメだって言って、で、それで、言ってたんだけど、家人が様子見るみたいな感じになってて、だけど私がいい加減ダメだこれやって、ダメだから、とにかくこのまま放っておけないからっちゅうんで、それもあって、で、それで、その検査結果が出た後に、家人が持っていくしかないから、自分でね。で、自分で持ってかさして、で、まあ、おそらくすぐに見てもらえるだろうと思ったら、案の定無理やりねじ込んですぐに見てもらえたんだけど、なんか様子見とか言われて、私的にはこんなのすぐスペシャリストっつって専門医、かかりつけ医じゃなくてね、専門医に見てもらって精密検査しなきゃいけないぐらいのデータなのに、様子見ましょうとか言われて、はぁとか思って全然信用できないんだけど、これで、まあ、家人には言いましたよ。しょうがないからね。1ヶ月後にまた、最低でも1ヶ月後にまた検査しないと、追ってデータ見ていかないと分かんないから、私的には基本的にはもう放置できない数値なんですよ。数値的にね。いろいろな関係見て。で、ドクターはこれとこれとこれが大丈夫だから大丈夫よみたいなこと言ったらしいんだけれども、いやいや、大丈夫っていう話でね。なんていうんだろう。例えば何かを疑ってるとするじゃないですか。ドクターがね。でも、そこのデータは悪くなかったから大丈夫よっていうのはちょっと間違いでね。やっぱりね。いろんな可能性があるわけだから、で、検査結果を見た限り、その疑い、そこに関するその疾患なんかのその疑いが全部晴れるようなその検査内容じゃないわけですよ。要はね。要はこれ見切れてないじゃん。これもこれで分かんないじゃん。これだけの検査じゃみたいなところがあるわけですよ。だから、私的にはこれちょっと精密検査必要なんですけどっていうレベルなんだけど、とりあえず、1ヶ月待って、で、それで何とかしてまた検査をさせようと思ってるんですけど、1ヶ月も本当は待ちたくないんですけどね。日本だったらあれ普通に精密検査入るわってちょっと思うような数値がちょっと出ちゃいまして、まあでも幸いなことにその1週間、そうだな、1週間ぐらい前まで結構、目が曲がるとか言ってたんですけど、幸いなことにここ数日間はね、数日間はそういうこともないらしくって落ち着いてはいるんですね。なので、まあ大丈夫そうだなと見た目はね、今のところ。ただちょっとデータがやっぱりダメなんで、ちょっとね、しばらく期間を置いたらまた検査してみないとちょっと怖いわと思って。システム的にすごいフランスの医療システム、私はね、不安なんですよ。なんか、すぐには見つからないよね、これってみたいな。恐ろしいなと思って。とにかくかかりつけ医っていうのがあって、で、そこを通さないとみたいなところがあるんで、まあ超めんどくさいですよ。でもそれをすっ飛ばして専門家に見てほしいと思ったら、救急車呼ぶしかないんですよ。救急車呼ぶと、救急隊員が、日本と一緒でね、救急隊員が病院を探すんですよ。なので、そうすると、まあ、かかりつけ医に連れてくってことはまずないですから、救急隊員は。そうすると、ある程度総合病院みたいな、そういうところに連れてくじゃないですか。そうすると、疑わしい検査ってバッとしますよね、普通ね。なので、そういった感じで一応疑いのあるような項目を全部調べてもらうには、すぐにね、そういう方法しかないんだよねっていう感じで。まあ、でも、とにかく、様子を見て、そんなに具合悪そうじゃなければ、あれなんですけど、でも、ちょっと見た目わかんない病気もあるんでね、パッと外見見ただけじゃ。なので、まあ、1ヶ月以内にまた再検査をさせようと思ってますけどね。せめてそれぐらいでちょっとチェックしないと、今のデータがたまたまのデータなのか、ね、で、この後もっと悪くなるのか、良くなるのかっていうのをせめて、ちょっとそれだけでもチェックしないと、変わらないのであれば精密検査しなきゃいけないし、ね、好転してるんであれば、もちろんね、じゃあちょっと様子見るかっていうのもありだけど、でもちろん悪くなってるんだったらもちろん検査必要なわけだしね。まあ、そんなこんなでね、なんとなくやっぱりまだ落ち着かない日が続いてた感じなんですけど、まあでもようやく、なんとなく家人も、本調子に戻ってきたのかっていう感じなんで、はい。ただねいやだから昨日久々に一緒に2人で、お買い物っていうか、食料品の買い物だね、行きまして、でもとにかく家人が調子悪かったのと仕事とで、全然お買い物ができなくて、で、毎日、さて何を作ろう、ご飯どうしようみたいな、そんな感じだったんですけど、ようやく買い物ができたので、まあ自分で行ってもいいんですけど、近所自分が行ける範囲は、なんか大したスーパーないんで、やっと大型のスーパーに昨日行って、買い物ができて、そうそう。私もひもじい思いをしなくて済むみたいなね。ひもじい思いっていうか食べるものはあるんですけど、お菓子がね。でもお菓子しかないみたいな感じなんで、まあでもとりあえず、調子が悪いって言ってたのはなんとなく軽減してきて、ちょっとめまいがするなんていうこともなくなってきたようなので、ただ、この間、具合悪くなってから結構な日数具合悪かったんで、あんまり家人が食べれなかったんですね。あんまり食べれなかったもんだから、痩せましたよ。家人、6キロ減ったって言ってましたよ。ね、6キロ減ったんだけど、なんかやたらと足
のもものあたりとか、そのあたりは細くなった感じがするんだよね。でもね、やっぱりお腹周りは変わんないのよね。やっぱりお腹周りって一番最後なんだなと思ってね。全然変わんないじゃんと。ここが一番減ってほしいのにって本人も言ってましたけど、まあお腹周りなかなか減りませんな。はい。まあそんなこんなでね、食べるものにも注意して、それでもって、あんまり変なもの食べるなと。で、なんかコーヒーもやめるみたいなこと言ってたね。コーヒーばっかり飲んでる人だったけど、あんまり飲まないようにするんじゃないこれから。刺激物だからね、とにかく。お腹に良くないものは気になるらしくって、やっぱりね、お腹の調子が良くないから。だから、あんまりなんか刺激物になるようなものは食べたくないみたいで。なんかそんな感じでね、あれだよ。最近はちょっと小腹が空いて、でもそんなに食欲がない時っていうかね、あんまり食べなくてもいいっていう時に頼まれるもの、はい、これ作ってくださいって頼まれるものがあるんですけど、何かっていうと、おにぎり。おにぎり食べたい言われますわ。はい。でも、お米はお腹にいいので、はい。なので、じゃあお米食べたいってだったらまあいいわっつっておにぎりをね作ってあげるんですけどね、私もねやっとここのとこ最近、本調子になってきたかなっていう感じで結構長引いてるよね。調子悪い感じが調子悪いっていうか私はそれほど大したことなかったんですけど、なんとなく例えばお腹が張るとかさ、なんかそういうなんか変なお腹の気持ち悪さみたいのが特に夜になると出てくるっていうそういう感じだったんで、まあ今はね、割と平気なんですけど、それにもかかわらず暴飲暴食をする私みたいなね。それはちょっとやばいよね。この年になったら暴飲暴食やばいよねと思って気をつけないといけないんですけどね。まあそんなこんなで、やっと落ち着いてきましたよ。やっと落ち着いてきたんじゃない？ほいだら、また昨日うちの家人が、週末バカンス行きたいとか言い始めて、おいおいおいと、ちょっと待ってくれと、しばらく待てよお前っていうね、話でね。はい。というわけでございますよ。ここのとこ最近の話をしてみました。ゆっくりしてみましたけれども、じゃかじゃか編み物をね、この先進めていきたいと思いますよ。はい。じゃあちょっと、どんぐらいの高さまでやろうかな。結構進んでるよね。あれ何気に終わるまでって言ったけど、どうしよう。余ったら。まあいいや。とりあえず進めていこうと思います。はい。というわけで、こんな感じで、編んできたんですけど、何段編んだんだろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。11段。さらに11段編んでまいりました。高さとしては、これは何センチあるんだろうね。一応測るか。ね。一応測って。よいしょ。はい。直径が約16センチで、高さが10センチ。10センチでございます。はい。で、これもう印つけてあります。これはまあ、こう半分に割って、で、全部で42目あったんで、42目の半分21目で7目目。両脇から数えて7目目に印がついてます。これは実際3分割した数字ではなくて、3分割よりもさらに2目ずつ中に入ってるんですけど、大きい方はね。取ってそんなに大きいのいらないんで、カゴなんで。これは手提げバッグとなると、やっぱりもうちょっと広げる感じになるけど、いや、一応カゴとしてね、使うんで、小さめにしてあります。こっちはね。で、こっちはまあ、もともと小さいんで、それをさらに中入れてもまあ、いいっちゃいいけどさ、どうしよう。もう一個中入れようかな。だってここでやるとさらに広がるから、そうだね。一個ずつ中に入れるぐらいがいいかな。小さいから。はい。大きいからそっちは。ちょっとね、大きめだから2つ中に入れたんだけど、こっちは小さいので、1つずつ中に入れますね。はい。入れて、はい。で十分だと思います。これで、取って、これで、持ち手をね、つけていこうと思います。はい。で、持ち手つけるまでも同じように、ね、立ち上がってるんですけども、すでに立ち上がってるんで、同じように進んでいきますね。同じように、大きい細編み、小さい細編みとこう交互にね、同じように入れてって、はい。で、ここに来た時点、はい、大きいのできましたね。大きいのできたけど、出す時にはここはもうちっちゃいので、共通っていうか、ね、なんつったらいいの。で、ここでちっちゃい細編みを、普通の細編みを入れたら、1、2、3、4、5、6。で、この間が6目ぐらいになってるでしょ。で、それじゃ足りないから、7、8。でも、これでも多分足りないから9。10目でいいと思います。10目ぐらいで少しぴょんと。こうまっすぐよりも少しぴょんってなるぐらいで。この程度ですね、私はね。もっと行きたい人はもっと行っちゃってもいいと思いますけど、私はあんまり、なんつったらいいの？ビヨーンと、ボヨーンとならなくてもいいかなっていう感じなんで、10でもいいけど、11目にしよう。もう1個入れよう。ね。
もう一個。本当は奇数がいいかなと。奇数じゃない、偶数がいいかなと思うけど、11にします。私は11目にして、ここにまた細編みでくっつけます。この目印があるところにね、細編みでくっつけて、で、これはもういらないので外して、はい。で、そしたら次は大きい。小さい。大きい。で、反対側まで行きます。小さい。はい。ここ小さいできました。で、お隣本来だったら大きいで入れるところなんですけど、小さいで入れます。連チャンで小さいになりますが、まあ、ここは持ち手ということでね、小さい入れたら、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。はい。11で、こっち側につけます。はい。ね。ちょうどいいね。11でいい感じだね、きっと。はい。で、外して、で、そしたら、今つけたところがここなので、ここはそのまま次は小さいですね。ここの根元につけてるんで、次ここの目になるんでね、小さいで入れて、大きい、小さい、はい。これで一段編んでいきますね。はい。で、ここでこっちの段に移ります。で、引き抜くんですけど、で、ここでどうするかっていうと、こっちは大きめなので、一回編んだ後にもう一度戻ってきてこう入れてるんですね。で、こっちもどうしようかなって感じなんですけど、普通に編んでいこうかな、ここはね。立ち上がって、はい、立ち上がって小さい、大きいでまた、根元まで行こうと思います。なんだ、これの、これの、ここまで行きますね。持ち手、はい。はい。で、ここまで来たら、ここどうするかっていうと、ここはまあ普通に一つ入れます。小さいの。大きいのでもいいけど。小さいの入れて、で、そしたら、手前半目残して2目。2目じゃないや。2本。手前1本残して向こう側2本で細編みをしていきます。ここをやって、ここがこうなっていくかもういいかのいいんだね。はい。間違えないようにしようね。はい。で、そしたらこの根元のところ、つなげたところに来るので、つなげたところも普通に取ります。細編みで取って、で、ここ、大きい細編みになってるので、根元はもう一回ちっちゃい細編みをして、で、同じように進んでいきます。大きい細編みと小さい細編みでね。お、白が終了かな。結構白使ってんな。バカバカ使ってるんだけど。まあこれ安いやつだからいいんだけど安いやつなんでね、うん、はい。反対側の方に来ました。反対側も同じように、ちょっと待って、手前は大きいやつだね。こう手前は大きいやつだね。大きいのをやって小さいのね、根元を小さい細編みになって、で手前1本分ですね、1本分を残して、裏山と向こう側を細編みで編んでいくとね。はい、こんな感じで一周同じようにしていきます。はい、この段終了しました。この段が終了したら、ここで最後に引き抜きをしていこうと思うんだけど、ほらあんまりそうやね、ちょっとちょっとあまりそうだな。立ち上がらないでね、立ち上がらないで引き抜いた状態で隣の目に入れて引き抜きます。ちょっと最初の編み始め、引き抜き始めに印だけ入れといて、でもそうなると足りるかな。足りるか。足りる足りる。はい。で引き抜いて、で締めすぎないようにね、もちろん引き抜いて、で根元ここを引き抜いたら、今度は
ここから編み始めるんじゃなくて、さっき入れた穴、ね、と同じところに入れて、さらにかぶせるように、細編み、大きい細編みですね。ここでまた、今度は。大きい細編みを全部していきます。全部。ね、持ち手の目のところ上に全部かぶせるように、大きい細編みをかぶせていきます。足りたね、毛糸が。っていうか余っちゃったねっていう感じだね、逆にね。まあいいか。はい。はい。こういう感じで。で、しっかりこう手前をね、伸ばしてやらないと、こっち側が、ね、今のやつでもちょっとあれなんだけど、もうちょっと大きくしてもいいぐらい。よいしょ。入れて、グッと入れたらグーッと引っ張って。で、できれば、この今編んだこの編み目の後ろ、もうちょっと後ろ側に目が来るぐらいの、ぐっと引っ張って、この目の後ろで、こう、なんだろう、進めていく感じ。うん。じゃないと、手前側にちょっと目がっていうか、こういう、後ろの方がこう、ミヨンって長くなって、こっちが短くなるみたいになっちゃうと、ちょっと不格好になっちゃうんで、ね。なので、しっかり、同じようにくるむか、ちょっとこっちがね、それ気味になっちゃったんだけど、しっかり伸ばして、で、こう、ちょっと後ろ気味で、後ろ側が若干短くなるような気持ちね。はい。手前側、こっち側が長く。で、こっち側をちょいと短めにする感じで、編みくるんでいくと、形のいいと言いますか。はい。いう感じになるんじゃないかな。いい感じになると思いますよ。はい。ここに入れて、ぎゅーっと引っ張り出して、で、これですね、この糸。こっち側の後ろ側の糸が少し引っ張る感じの雰囲気で、こういう感じですね。はい。こういう感じで。はい。で、最後の目、ここを入れて、ぐっと引っ張って、で、こうね、はい、ぐっと。はい。こういう感じですね。はい。こういう感じになるように。で、そしたら、これも、ここもまだ、ここはあれだね、最後のこのつなげたところの目なので、ここはもう、細編みだね。細編みじゃない。なんだ、引き抜き。で、この根元のところはほんのり気持ちきつめでもいいかもね。きつめっていうか。うん。で、あとは締めすぎないようにゆったりやる感じ。で、引き抜きをする。で、ここが根元。ここも根元。で、ここの持ち手の部分はぐいっと引っ張って向こう側。はい。で、手前はぐいっと引っ張って向こう側気味。はい。最後の目まで来ましたよ。はい。こんな感じですかね。はい。こんだけ山持ちって。まあいいや、しゃあないね。はい。で、最初の目がここで、はいよ。なので、これでちょんと切って、これで終了ですね。はい。で、引っ掛けてこうだから、はい。糸処理をします。こんな感じでね。で、そしたら、もう一回こっち戻って、はい。で、あとは適当に糸処理をします。こんだけ太いと糸処理が楽でいいわ。で、しかも適当で。
こんな感じかな。はい。これでしっかりできたぞ。はい。できましたよ。簡単なカゴ。いやー、これ本当にね、これね、こういう感じでしっかりとした分厚さと、ね、あ、こいつも切るか。あ、こいつも切ろう。これはもう糸処理してあるんで切ります。はい。で、割と、なんつうのかな、しっかりしてるんで、まあ物を入れてもなんか変な形でバターンとふにゃーんとなったりとかしないサイズじゃないや、分厚さなんですけど、さあ最終的には高さどう？口はすぼみすぎたりしてない？大丈夫だね。割とまっすぐだわ。割とまっすぐ。はい。なんだっけ？これだ。17センチとか18センチとか。ね。さっき見た時16センチとかだったけど、まあそれでも広がってるっていう感じではないんで、こう見た時に割とまっすぐです。脇が。はい。でこれとおそろでね、ちょっと。どうしよう。こんだけ余っちゃった。ね。もう一周ぐらいしたら使い切れたかもしれないけど、ね、そこの部分はもう一周大きくしてもよかったのかな。そしたら。まあこれちょっとね、サイズ的にはこんな差の感じになるんですけど、でももう一周大きくしたら大きくしたで、こっちも増えるからちょっとね、微妙だけどね。うん。なので、高さ。最終的な高さ。さっき10センチだったけど、あんまり変わってないね。11センチ弱。はい。10センチぐらい。そんな感じになってます。はい。いかがでしたでしょうか。ね、皆さん、こんな感じで、ちょっとセットで、いいんじゃないこれ。こうやって、入れ子にして。ね、まあ、入れ子にするにはちょっと小さすぎるとは思うんだけど、まあ、こんな感じでね、ちょっと、しっかりしたカゴが、3本で、引き揃え、だっけこの100均のこれと、あとこっちはもう普通のアクリルの安いやつなので、これもだから100均で手に入れられるアクリル毛糸とかで全然いいと思うし、それを引き揃えて、ちょっとね、うちはこれはでも大体100均と同じ感覚よ。だって1玉1ユーロぐらいの感覚だからこれ。1玉1.1ユーロぐらいの安いやつなのね。うん。だから100均感覚で使えるような糸は同じですわ。ね。で、今回はこのポリエステル、ね、リサイクルポリエステルヤーンをね、使って白と混ぜることで、なんかちょっと可愛いっていう感じだね。うん。やっぱ白と混ぜるってのはやっぱ可愛いね。ってちょっと思ったね。これ私ちょっと使って、これは別の、どうしよう。まあでも編み物をするときに使おうかな。で、立ち上がりもね、しっかりとやれば、それほどね、この手の編み方だったらそんなにね、うん、目立たないんで、まあ今回はこうやってやりましたけど、はい。どうですか？なんかカゴが必要な時こんな感じで編んでみたらいいんじゃないですかね。中華みんな編んでるよって話だよね、きっとね。はい。というわけでございます。今回はちょっとね、100均毛糸を使って簡単なカゴを編んでみました。ね。まだまだポリエステルヤーンございます。さて何編もうかなと今思ってるんですけど、いや、自分でね、ポリエステルヤーンのね、白をね、買ってくればよかったなと、思ったね。やっぱりなんか、同じぐらいの太さで、なんつって探しててもね、なかなかないんだよ。なくて、なので、どうしようかなとは思ってるんですけど、どうしようか。次の企画でも待つか。ポリエステルヤンを手に入れるために。まあ、わかりませんが。はい。というわけでございます。というわけで、今回もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。簡単なカゴ、すぐに編めますんで、もうちょこちょこちょこってすぐ編めちゃいますから。ね。すぐ編めちゃいますから。ちょっとしっかりしたカゴ編みたいなって時は、この編み方どうなんでしょうかね。なんつって言ってっけど、みんなこれで編んでるよってね、結構この編み方は定番みたいな感じもするんで、はい。今更ながら何を紹介してるんだって話なんですけど、まあまあ、私の100均毛糸の、この100均の毛糸っていうか、このポリエステルヤーンの使い方の一つっていうことで、まあ、やってみました。はい。というわけで、じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。いや、次あたりはでもライブやるかもしれないな。多分ね。ライブかな。まあ、その時には予告します。はい。というわけで、じゃあね。さよなら。あ、本日はここまで。さよならだったね。はい。さよなら。いや、マジで。いや、マジで。うちのね、家人がね、とりあえず元気になってよかった。
とりあえずね、見た目はね。ただ中ちょっとわかんない。マジで精密検査しないと、ちょっと心配だねっていう話でございます。まあ私はね、大丈夫なんですけど、家人の方がね、中がね、なんだかんだ言ってね、フランスの医療システムにね、私はね、はっきり言ってね、信用してないんですよ。どうやってね、そうやって、例えば病気とか見つけんだっていう時に問題ありありなんですよね。で、手遅れになってっていう話がね、すっごい多いんで、どうにかしてくんねえかな、このシステムと思うんですけど、はい。まあそういうことでございます。じゃあね、バイバイ。